皆さんこんにちは、はるるです。このチャンネルはバロラントの最新情報や考察、感想を扱っているゲームの考察情報感想系チャンネルです。今回はパッチ5.0で追加された、新マップのパール専用ボイスについてです。加えて、なぜそのセリフが出てくるのかを考察しつつ、見ていきましょう。ボイスのみ聞きたい方は、タイムスタンプを利用していただけると幸いです。まずは水中が舞台のマップにいて心配になるけど、そもそもピックされないから関係ないフェニックスくん。パッチ5.01で大幅バフが与えられて、ついに日の目を見ることができそうな今日この頃ですが、パール専用ボイスとして2つ追加されました。冗談だろ。炎使いを水の中連れてくるか普通。マジで勘弁してくんね。しゃあ、ガラスも割れなかったし完璧だろ。フェニックスらしい陽気な感じが出てて、いいボイスですよね。ただ少し気になったことが2つあります。1つ目は、炎使いを水の中に連れてくるというセリフです。受け身になっていることから、自分の意思でここまで来ていないようです。この話は、バロラントにある一つの謎を紐解くきっかけになるかもしれません。それは、アタック側とディフェンス側のどちらが、アルファアースなのか、オメガアースなのかです。ご存知かと思いますが、相手側に同じエージェントがいると聞けるボイスがいくつかあります。なので、別アースに同じ存在がいることは、シネマティックトレーラー含めても証明がされているのですが、このフェニックスのセリフはもちろん、攻守どちらでも聞くことができるので、仮定するのならば、アルファアースのフェニックスなら、わざわざ別アースの水中都市に行きたくない。という意味になると思います。反対に、オメガアースのフェニックスなら、パールの中にフェニックスの像があるので、このパールを救った一人だということがわかるので、救った水中都市に連れてこられたのなら、冗談を言っている感じになると思います。なぜ冗談になるかというと、二つ目の疑問につながります。フェニックスのガラスも割れなかったという発言です。このパールを包んでいるドームは、街を飲み込むほどの災害から守るために、オメガアースのエージェントたちがレディアナイトを使って作ったものなんです。それに加えて、記憶が正しければ、スパイクはレディアナイトを使用しているので、レディアナイトで作られたドームならば、レディアナイトを使っているスパイクの爆発で割れると思うのは必然だと思います。で、思い出してほしいのが、これがオメガアースのフェニックスならとんでもないということ。わざわざ自分の功績を、自らの手で壊す人はいないと思います。一方で、アルファアースのフェニックスだった場合は、少しお調子者な感じなセリフに聞こえます。これらをまとめて考えると、マッチスタート時のボイスは、オメガアースのフェニックスで、マッチ勝利時のボイスは、アルファアースのフェニックスに聞こえませんか？以上が、2つの気になる点でした。お次は、レイズです。あのガラスって割れたりしない？グレネードで確認した方がよくない？いや、ちょっと思っただけだけど。見なよ、あの瓦礫の山。私がやったんだけど。レイズはフェニックスより一段と、お調子者な感じがしていいですね。先ほどの考察を続けるなら、パールを救ったエージェントの像の中には、レイズはいないので、どちらのアースだとしても違和感はない気がします。ただ、どうやってグレネードで壊すのかは気になりますね。ドームの端っこに投げるんでしょうか？あとは、瓦礫の山というのが、超次元の瓦礫のことを指しているのでしょうか？自分の功績だと思っているところが、可愛いですね。お次は、バイパーさんです。このドームも永遠に街を守れるわけじゃない。死にたくないなら出てきなさい。今回の追加されたボイスの中で一番いい気がします。最近やたらボイスが追加されるバイパーですが、相手のことを心配するお姉さんになっちゃってますね。ネオンやチェンバーとの掛け合いもそうですが、完全に悪女的な立ち位置からは脱却しましたね。話をセリフの考察へ戻すと、この前のシネマティックトレーラーで、オメガアースのバイパーが出てきたのは覚えていますか？その時の雰囲気からすると、このセリフが出てくるような人物には思えませんでした。となると、このセリフは、アルファアースのバイパーな気がしますね。ネオンに対する接し方を考えると、死にたくないなら出てきなさいって言葉には、特に若い人が亡くなるのが辛いのかもしれないですね。さて、最後は夜です。水中都市か。へえ。夜さん、島国の日本だからこそ、比べてしまったんでしょうか？アルファアースの渋谷は、スプリットなので、かなり文明も発達していていい感じですが、オメガアースのポルトガルは、ドームがあったりと、単純に驚いたのかもしれませんね。以上が、パッチ5.0で追加されたボイスになります。この後は、ボイスのみを続けて再生します。冗談だろ。炎使いを水の中連れてくるか普通。マジで勘弁してくんね。しゃあ、ガラスも割れなかったし完璧だろ。あのガラスって割れたりしない？グレネードで確認した方がよくない？いや、ちょっと思っただけだけど。
見なよ、あの瓦礫の山。私がやったんだけど。このドームも永遠に街を守れるわけじゃない。死にたくないなら出てきなさい。水中都市か。へえ。さて、今回の動画は以上になります。皆さんはどう思いますでしょうか？また新しい情報があれば、共有したいと思っているので、よろしくお願いいたします。今回はご視聴ありがとうございました。ぜひ、コメントで皆さんの考察も聞かせてください。バイバイ。